おはようございます。桜井です。今回はテレグラムの創設者、パーベル・デュフロー氏がフランスを出国し、トンが急騰した話、そしてトランプ政権のビットコイン戦略が停滞している件、さらに SEC の新しいタスクフォースの動きやアメリカ国民の暗号資産への関心の低さについても解説します。これらのニュースは今後の市場に大きな影響を与える可能性があります。特にトランプ政権のビットコイン戦略はもし進めば価格にも大きな影響を与えるでしょう。では、まずはテレグラムの創設者、デュフロー氏がなぜフランスを出国し、それがトンの価格にどう影響したのか、詳しく見ていきましょう。はい、まず最初なんですけれども、テレグラムの創設者であるパーベル・デュフロー氏がフランス当局から出国許可を得て、ドバイへ移動しました。このニュースを受け、トンの価格は急上昇、市場はポジティブな反応を示しました。では、なぜデュフロー氏の動きがこれほどまでに市場に影響を与えたのでしょうか。そもそもデュフロー氏は2024年8月にフランスで逮捕され、その後テレグラムを通じた違法行為を黙認した疑いで捜査を受けていました。保釈後もフランス国内に留まることを命じられていましたが、今回の決定で自由に移動ができるようになりました。そしてこのニュースと同時にトンの価格はおよそ 20% 上昇。市場はドフロー氏の動きをトンのプロジェクトにとってポジティブな材料と捉えたようです。なぜかというと、テレグラムとトンは密接に関係していて、デュフロー氏の動向はプロジェクトの今後に影響を与える可能性があるからです。投資家はドゥフロー氏が今後トンの開発をさらに推進するのではないかと期待したのでしょう。では、このトンの急騰が今後も続くのか、それとも一時的な動きなのか、これについては市場の動向を注視する必要があります。次はトランプ政権のビットコイン戦略が停滞している件について解説します。政府の動きがなぜ鈍っているのか、詳しく見ていきましょう。はい。ということで、これからはトランプ政権のビットコイン戦略の停滞というところなんですけれども、トランプ政権はビットコインを戦略的資産として備蓄する方針を打ち出しました。しかし、その進行は思ったよりもスムーズに進んでいません。市場では本当に政府はビットコインを買うのかという疑問の声も上がっています。そもそもトランプ政権はビットコインの戦略的備蓄を確立するための大統領令を発表しました。これは政府が押収したビットコインを売却せずに保有し、さらには追加購入を検討するという内容です。この動きが市場に与える影響は非常に大きく、もし政府が大量のビットコインを買い始めれば、価格が大きく動く可能性があります。しかし、ここに来て、計画の進行が鈍化しているという報道が出ています。その理由はいくつか考えられます。まず財政の問題です。政府が追加購入を行うには予算の確保が必要になりますが、現在の状況ではその資金調達が難航している可能性があります。また暗号資産に対する規制や法律がまだ整備されていないため、政治的な調整が必要になっています。さらにアメリカ国内の世論も影響している可能性があります。最近の世論調査では、暗号資産に対する政府の支援を支持しているアメリカ国民はわずか 10% でした。過半数の人々は政府がビットコインを保有することに反対しているというデータもあります。これらの要因が重なり、政府のビットコイン戦略は現時点では停滞している状態です。とはいえ、政府が突然方向転換する可能性もあるため、今後の政府の動きには要注目です。では次に SEC が新たに設立した暗号資産タスクフォースについて解説します。これは暗号資産市場にどのような影響を与えるのでしょうか。続きを見ていきましょう。はい。ではアメリカ証券取引委員会、いわゆる SEC が暗号資産市場の規制を強化するための新しいタスクフォースを設立しました。これは暗号資産業界にとって重要な動きです。今後の市場環境が大きく変わる可能性もあります。SEC といえば過去にビットコイン ETF の承認やリップルの裁判など暗号資産に関する厳しい規制を進めてきた機関です。今回のタスクフォースは投資家保護や市場の透明性を向上させることを目的として設立されました。この動きに対し暗号資産業界の反応は賛否が分かれています。一部の投資家や企業は明確なルールが整備されることに期待を寄せています。これにより機関投資家が参入しやすくなり、市場の信頼性が高まる可能性があるからです。一方で規制の強化が進みすぎると
新たなプロジェクトや小規模な暗号資産関連企業の成長を阻害する可能性もあります。特に DeFi や NFT の分野では規制の影響を大きく受けるかもしれません。SEC の新しいタスクフォースが具体的にどのような規制を導入するのかはまだ明らかになっていません。しかし今後の暗号資産市場のルールを大きく左右する存在になることは間違いないでしょう。では次にアメリカ国民の暗号資産に関する関心の低さについて見ていきましょう。最近の世論調査の結果は意外なものでした。先ほども少しお伝えしましたけれども、最近の世論調査によると暗号資産に対するアメリカ国民の関心は思ったよりも低いことが分かりました。特に政府による暗号資産の支援に賛成する人はわずか 10% しかいませんでした。この結果は最近のビットコインの価格上昇や機関投資家の参入が進んでいる状況とは対照的です。なぜアメリカの一般市民は暗号資産に慎重な姿勢をとっているのでしょうか。考えられる理由の一つは価格の変動が大きすぎるということです。暗号資産は短期間で大きく上昇することもありますが、急落するリスクもあります。これが一般の投資家にとっては不安要素になっている可能性があります。また、詐欺やハッキングのニュースが頻繁に報道されることも影響しているでしょう。今回、カイト AI のハッキング事件というのも起きておりまして、暗号資産業界ではセキュリティ問題が依然として大きな問題となっています。こうしたネガティブな情報が市民の不信感を高めているのかもしれません。さらに多くの人にとって暗号資産はまだ専門的で難しいものというイメージがあるのも一因でしょう。実際ビットコインやイーサリアムを持っている人の割合は株式や不動産に比べるとまだ低いのが現状です。この世論調査の結果を見る限り、今後暗号資産市場がより一般の人々に受け入れられるためには、価格の安定性や信頼性の向上が必要だと言えそうです。さて、今回のニュースいくつか紹介しましたが、最後に今日のまとめと視聴者の皆さんへ質問です。ぜひコメントで意見を聞かせてください。まず、テレグラムの創設者のパーベル・ドゥフロー氏がフランスを出国し、トンの価格が急騰しました。市場はドゥフロー氏の自由な活動がトンの発展につながると期待しています。一方でトランプ政権のビットコイン戦略は停滞中、政府の戦略的備蓄計画が進むのか、それとも頓挫するのか、今後の動きに注目が集まっています。そして SEC の新しいタスクフォースは暗号資産の規制を強化する目的で設立されました。規制が進めば市場の安定につながる一方で、新しいプロジェクトの成長を阻害する可能性もあります。そして最新の世論調査では、アメリカ国民の暗号資産への関心が低いことが判明しました。一般の投資家が暗号資産を受け入れられるにはまだ時間がかかるかもしれません。これはなんとなく日本に住んでいても日本でも同様じゃないかなと僕は思います。そしてそういったことも踏まえて皆さんに質問です。トランプ政権のビットコイン戦略についてあなたはどう思いますか？政府が本格的にビットコインを備蓄するべきだと思いますか？それともやめた方がいいのでしょうか？さらに SEC の規制強化についても意見を聞かせてください。ルールが明確になるのはいいことなのか、それとも業界の発展を妨げるだけなのか、ぜひコメントで皆さんの考えを教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。はい、では最後にお知らせがあります。投資や暗号資産の情報収集に便利なツールをご紹介します。それがムームー証券です。ムームー証券は2018年にアメリカのシリコンバレーで誕生し、すでに世界中で2000万人以上が利用している革新的な金融プラットフォームです。特に米国株取引や暗号資産の最新情報をリアルタイムでチェックできるのが大きな特徴です。高度なチャートツールやテクニカル分析機能も搭載しているので、投資家の皆さんにとっては非常に便利な環境が整っています。また、ムームー証券では無料で口座開設が可能なので、まだ使ったことがない方、ぜひ一度試されてみてください。興味のある方は概要欄のリンクからムームー証券の詳細をチェックされてみてください。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。